皆さんおはようございます。シンガポール人の J です。Hi guys, this is Jay here. 今日はシンガポールの駅ぶらり旅の動画です。早速ですが、今日の駅を選びたいと思います。Let's go! ノビーナ、ノベナ、ノビーナ、ノベナ。ノベナ駅は赤線にありますね。なんか久しぶりに都市中心の駅を当たりましたですね。なんか最近の動画、駅を当たった時に無言かこの駅の周辺は何もないですという動画が多かったかもしれないですね。ウッドレンズノース、ウッドレンズノース。シンガポール人にとってはノベナといえばやはり医療施設ですかね。ちょっとノベナ駅の周辺は結構医療施設が多いです。早速ですが、まず行ってみたいと思います。Let's go! ただいまノベナ駅のエグジット A を出ています。で、先ほどノベナ駅の地図を確認しましたが、シンガポール人にとってはやはりノベナ駅といえばまずは、Ministry of Home Affairs ですね。で、Ministry of Home Affairs は主にシンガポールの内部の治安を見ています。つまり警察も含めていますね。で、もちろんISD シンガポールのインターナルセキュリティディパートメントもこの周辺にあります。ちょっと目の前にありますが撮影禁止の場所なので。そしてノベナ駅の2つ目のポイントは、この周辺は医療施設が充実しています。この周辺は病院、コミュニティホスピタル、メディカルセンター、スペシャリストクリニックなどなどが結構あります。で、ただいまジャランタントクセン区とタントクセンリンクの交差点に立っていますが、この交差点だけでこの駅周辺の主なランドマークを見えますね。ざっくり説明すると、こちらのインテグレーテッドケア施設は去年オープンしたんですね。で、簡単に言うと病院から退院してから家に帰るまでのリハビリケア施設です。高いビルはミニストリー・オブ・ホーム・アフェアーズですね。で、こちらレンツコミュニティホスピタルですね。普通の病院とコミュニティ病院が何が違うかというと、コミュニティ病院はチャリティーですね。慈善組織ということです。そして私の後ろにあるのは、この周辺一番大きい病院ですね。タントクセン病院です。この風景はあんまり見られないかもしれないんですけれども、前に行っているのはフォギングです。殺虫剤を撒いて虫を殺しています。近づくと結構匂いが来るので。そしてそのそばにあるのは、NTU のリー・コンチェン・スクール・オフ・メディスン大学の医療学校です。で、こちらの医療学校はNTU とインペリアル・コレッジ・ランドンとの、コラボですね。で、インペリアル・コレッジ・ランドンの医療が結構有名です。はい、そしてこちらの施設は、元ドーバーパークホスピスですね。治療よりホスピスケアを提供しています。そしてそのそばにあるのはナショナルスキンセンターです。皮膚科ですね。はい、そしてモーメンロードに着きました。そしてこの時点でタントクセンという名前が何回も出ているかもしれないんですけれども、タントクセンさんはラフルズと同じ時期にシンガポールに来て生活をし始めたんですね。で、そこからだんだんタントクセンがシンガポールの中華系の中ですごい有名な人物になっていました。例えば新たな中国移民者を手伝ったり、いろんなところで寄付をしたりしていました。時にキャピタンチナ、いわゆるチャイニーズキャプテンというニックネームももらったこともあるらしいです。そしてこれでモーメンロードからバレステアロードに入ります。最初にホリデーインというホテルがあります。で、タントクセンの一番有名な寄付は7000スペインドルの寄付をしてチャイニーズパウパーホスピタルを立ちました。で、パウパーという意味は貧乏人ということですけれども、あまり医療負担を持てられない方のための病院です。そしてタントクセンを記念するため、その病院がタントクセンホスピタルに改名されました。そしてちなみに最初のタントクセンホスピタルを設計した人はジョン・トゥンブー・トムソンです。当時シンガポールの政府の鑑定士、そしてチーフエンジニアだったんですね。で、そうですね、
シンガポールのトムソンエリアはトムソンロードという道路から名前をもらいましたが、トムソンロードの名前の由来はこのトムソンチーフエンジニアですね。そしてただいまバレスティアロード沿いを歩いています。バレスティアロードというバレスティアはどこから来ているかというと、ジョセフ・バレスティアという方からですね。でジョセフ・バレスティアはシンガポールでアメリカの外交官だったんですね。で当時ジョセフ・バレスティアはこの周辺に住んでいて、サトウキビと綿花の栽培場を持っていましたですね。そしてこの周辺もラムの工場も持っていましたですね。で現在のバレスティアはだいぶ変わってきましたですね。もちろん昔から残されたショップハウスとか建物がまだあるんですけれども、この周辺のビジネスが現在飲食店やバジェットホテルが多いですね。有名なレストランもここで何か所もあります。ちょうど今向こう側にあるのはファウンダーズバクテーですね。シンガポールで有名なバクテーの一つです。そしてもっと先に、確かにブントンキーもあります。ブントンキーはシンガポールで有名なチキンライスのレストランですね。ここはチキンの皮のキラキラさと肉の質がすごそう。あらグラスにぶつかっちゃった美味しそうっちゃ美味しそうですけれども、値段がちょっとね、毎日チキンライス食べるローカルにはちょっと向いてないかもしれないですね。なのでその隣にあるバレスティアマーケットのフードセンターでちょっと早めの昼を食べようかなと思います。ここもチキンライスあるんじゃないですか。白鸡饭一盘。是的。是的。加米干那单吗？不用。好，谢谢。はい、ただいまバレスティアにあるブントンキーのそばにあるバレスティアマーケットのブギストリートチキンライスを買ってこれから食べてみたいと思います。もちろんチキンライスといえばまずはフォーカスできなかったんですけれども、ご飯からですね。美味しいけどね。こちらチリありの方ですね。そしてまたフォーカスできなかったんですね。スーパーショッパー寄りですね、このチリは。そしてもちろんチキンですね。でさすがにこれもフォーカスできなかったんですね。これ何肉ですかね。胸肉と思いますが全然硬くないです。これで少し早めの昼を食べます。では。そしてただいまゾンサンモールを通りましたので、そろそろバレスティアロードの最後まで歩いてきましたですね。先ほどのチキンライスは結構味良かったんですけれどもね、なのでちょっと観光向けとローカル向けのチキンライスが同じ場所にあるんですね。そもそもこの周辺の住宅区が結構人気ですね。まずは都市中心の CBD と、繁華街のオーチャードと結構近いですし、でもそういう賑わっている場所からちょっと離れているので家賃や物価が少し安くなっていますね。今私左通っているラクサも5ドル以内で食べれます。でしかもこのエリアにモール3カ所ぐらいありますね。ユナイテッドスクエア、ノミナスクエアというスクエア2ですね。おそらくその理由で、この周辺駐在者に結構人気があります。そしてこれでバレスティアロードの最後まで来ました。でこれからこの交差点で左を曲がってトムソンロード沿いを歩きます。そして道路の向こう側にあるのはトムソンメディカルセンターです。そしてノベナ、特にこのトムソンロードの周辺に訪れたことがある方、そしてここに住んでいる皆さんがこの道路の真ん中の工事は何の工事ですか、これいつまで続くんですかっていう思うかもしれないんですが、こちらの工事はノースサウスコリドアですね。で2年前か去年の動画でウッドランズ駅を当たった時に少し紹介してみましたが、ノースサウスコリドアはシンガポールの北部とシンガポールの都市中心をつなぐ高速と思いますね。でこの工事のノースサウスコリドアはほぼ全て地下の道路なので、周辺のビルを壊せずトンネルを掘るのはいろんな難しいところがあるんですね。そしてなんでこのエリアはノベナという名前で名付けられたかというと、実はその駅名の由来はこちらです。ノビナチャーチですね。正確に言うとチャーチオブセントアフォンサスかなと思います。ただいまノビナチャーチを出ました。で実はこの教会で、撮影は禁止されているわけじゃないんですね。ただ、今日土曜日は朝から夕方までずっとノベナをしているので、撮影するのはちょっとあれですねという
でただいまノベナをしているという言葉を使ったので、ノベナという言葉は実はこれちょっと難しいですね。書いたらテロップで、ちゃんと説明してみますが、すごくざっくり説明すると、ノベナはノベンというラテン語から由来していて9という意味ですね。なのでノベナは実は、9日間または9週間連続お祈りすることです。すごいアバウトな説明ですね。はい、ただいまモールに入ってしまいましたが、これから、エスカレーターで、ノビナ駅に戻りたいと思います。でこの3つのモール、ロイヤルスクエアノビナ、ノビナベロシティとスクエア2、そしてこの近くにある病院、タントンセンホスピタルとか、ノビナメディカルセンターとか、すべて駅の地下道で全部つながっているので、雨の日も自由に移動できます。そして先ほどちょっと説明しましたが、この周辺に駐在者が多く住んでいますね。そのうちもちろん日本からの駐在者も結構住んでいるので、この周辺のモールに、日本の店も結構あるのではないかなと思います。去年シンガポールに来た、ミスタードーナツもここに店があります。そしてドンキですね。ここで新鮮食品、野菜とか肉とか、そして弁当とかも、買えるのですごく便利です。はい、ということで、ノベナ駅にあるノベナで歴史を説明しているウォールアートの前で、動画を終わりにしたいと思います。ではまたね。この動画面白かったらぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。